ご視聴ありがとうございます。今回は空母のエレベーターを使って空母艦載機を格納庫に移動させる方法について解説します。まず結論を言いますと、現在のバージョンではプレイヤーが操縦する艦載機をエレベーターを使って格納庫に移動させることはできず、エレベーターから格納庫まで移動できるのは AI が操縦する艦載機だけです。それと現在のバージョンでは格納庫からエレベーターを経由して甲板上に艦載機を移動させるのは不可能だと思います。それではエレベーターを使って艦載機を格納庫に移動させる方法を解説していきます。まずはこのニミッツ級航空母艦の甲板画像を見てください。このように4つのカタパルトと4つのエレベーターがあります。今回はこの4つあるエレベーターの一部を使おうと思います。次にこちらの画像を見てください。これは発艦・着艦時のスタティックオブジェクトの安全地帯を表示したものです。画像に A とエアクラフトと書いてあるように、8機の艦載機を着艦させるときは緑で塗られた範囲にスタティックオブジェクトを配置できます。今回は着艦を行うのでリカバリーオペレーションと書いてある右側のイラストを見てみましょう。8機の艦載機はイラストのように甲板上に停止するようです。実際に私が試したのですが、 FA18 ならエレベーターを使って格納庫に一部の機体が移動しました。しかし F14 の場合だと画像のようになってしまい、1機もエレベーターで格納庫に移動できませんでした。このように艦載機が8機の場合、スタティックオブジェクトなしで行うと F14 がエレベーターを使って格納庫に移動できませんでした。ここで F14 を格納庫に移動させるためにスタティックオブジェクトを活用しようと思います。スタティックオブジェクトという言葉は置物だと理解してもらえれば大丈夫です。それでは空母の甲板上にスタティックオブジェクトを配置していきます。まずニミッツ級空母を1隻配置して、スタティックオブジェクトのプレインズカテゴリーから F14 を配置します。配置するときにはリンクユニットで空母と連携させるのを忘れないようにしましょう。空母甲板上にオブジェクトを配置する方法についてはこちらの過去動画で詳しく解説していますので、まだ見ていないという方はぜひご視聴ください。画像のように配置を行いました。環境付近に F14 を配置することで、環境近くや3のエレベーター付近で AI が操縦する艦載機が駐機するのを防ぐようにしました。またエレベーター1、2の周辺にも F14 を配置することで、この2つのエレベーターを使うようにしてみました。それでは次に空母に着艦する F14 を8機配置していきます。まずは4機の F14 を配置していきます。武装とかは適当に選び、燃料は少なめにしておきます。タイプをランディングに設定できたら設定完了です。この4機グループをクリックして左コントロールプラス C でコピーして左コントロールプラス V で貼り付けます。これで8機の F14 が空母に着艦するよう設定ができました。それでは実際に確認してみましょう。こんな感じに甲板上にスタティックオブジェクトとして F14 が置かれています。そして上空には8機の F14 がいます。ちょっと空母の中を覗きましょう。ここはエアボスがいる部屋になります。そして格納庫はこんな感じです。1機目が着艦完了しました。さあどのように動くのでしょうか。移動時間が長いので4倍速で再生しています。おっと、見えざる力によって F14 が一瞬で方向転換しましたが、気にしないでいきましょう。よしよし、ちゃんとエレベーターで移動し始めましたね。
移動が長いので4倍速で再生しています。格納庫での移動が完了すると、再び F14 が一瞬で方向転換してキャノピーが開きます。それでは他の F14 がどうなっているか確認してみましょう。2つのエレベーターが稼働していますね。機体のシャットダウンが完了すると、パイロット2名が機体のそばに立っています。そして一定時間が経過すると機体はゲーム上から消えることを覚えておきましょう。それではいろいろなパターンでのエレベーター起動について検証してみましょう。今回は1のエレベーターにオブジェクトを2つ配置して、2と3にオブジェクトを1つ配置して、4には何も置いていません。私としては2と3のエレベーターはオブジェクト1つと AI が操縦する F14 を乗せて動くのではないかと思うのですが、果たしてどうエレベーターが動くのかを確認してみましょう。1機目の F14 が着艦。さてどう動くか。あれ、消えましたね。2機目も同様に消えてしまいましたね。おそらくゲーム側が1、2、3のエレベーターは満杯だと判断して、加えて4のエレベーターについては艦載機の着艦が実行中でそこには移動できないと判断したために着艦した機体が消えたのだと思います。それでは最後にこちらのパターンでのエレベーター起動について検証します。1と3のエレベーターをオブジェクトで満杯にして2と4のエレベーターを空にしておきます。おそらく2のエレベーターに F14 が向かっていき、エレベーターで格納庫に移動すると思います。それでは確認してみましょう。よしよし、2のエレベーターに移動しましたね。おや、どうやら今回は2機同時にエレベーターで移動しますね。あれ、移動の途中で機体が消えましたね。次の機体がエレベーターに向かってきているからでしょうか。3機目は短期でエレベーターが起動してちゃんと格納庫の中まで移動しました。残りの機体たちも順番にエレベーターを使って格納庫に移動していますね。最初の2機が途中で消えてしまったのは2機もエレベーターにいたら移動に時間がかかって後続の機体に影響が出るからでしょうかね。最後に BCS ワールドのトレーラー映像でエレベーターを使って艦載機が甲板に上がってくるものがありますよね。あれはおそらく逆再生をしているのではないでしょうか。このようにエレベーターで格納庫に移動するシーンを逆再生すれば格納庫から艦載機が出てきたように表現できます。それでは今回の動画は以上になります。少しでも勉強になったと思った方はいいね、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。